17歳の娘がいる夫と再婚し、妊娠した私を待っていたのは幸せな日々ではなかった。中絶してほしいんだけど。娘のユキナが嫌がるから、それだけの理由で中絶を勧めてくる夫。ユキナはわざとぶつかってくることも多く、身の危険を感じる毎日。そんな辛い日々を支えてくれたのは母の存在だった。しかし私は母からとんでもない秘密を聞かされてしまう。それから1ヶ月後、急に夫とユキナは態度を変えてきた。今までごめんなさい。お詫びに出かけない？二人と和解できたと勘違いし、車に乗り込んでしまった私。気づけば、冷たい土の上に転がされていた。パパの娘は私だけでいいのよ。もう帰ってこなくていいからね。そして無情にも、車は私一人を山に置き去りにして去っていく。3日後、母が私の家へと向かい、夫とユキナにテレビを見せた。何これ？それを見たユキナは震え、夫は顔を青くした。そして、母に連れられ病院を訪れた2人を待っていたのは、恐ろしい結末だったのだ。私の名前は板野千佳、29歳の派遣社員だ。夫の裕二は10歳年上で職場の上司。1年前に私が夫の勤める会社に派遣されて出会った。職場の雰囲気になかなか慣れない私を気遣い、いつも優しい言葉をかけてくれる夫に惹かれ、すぐに交際を開始。夫には離婚歴があり、高2の娘もいる。前妻は子供が生まれてすぐ出て行ったらしく、それからずっと男手一つで頑張ってきたそうだ。そんな夫を支えたい、そう思い、先月私たちは結婚した。しかし、新生活をスタートさせた私を待っていたのは、ストレス満載の日々だった。ちょっとおばさん、何これ？こんなカロリーの高いもの食うわけないじゃん。夫の連れ子である娘のユキナは、私の作った料理をテーブルから叩き落として、自室へとこもってしまう。私はこぼれてしまった料理を片付けながら、思わず深いため息をついた。実は、ユキナと全くうまくいっていないのだ。私は仲良くしたいのだが、ユキナは心を開こうとしなかった。夫にも相談してみたものの、ユキナも戸惑っているんだ。許してやってくれ、と言われただけ。確かに、急に見知らぬ女が母親だと現れたら、反発するのも当然かもしれない。しかもユキナは来年受験。勉強のストレスも相当溜まっているのだろう。なら、私がストレスのはけ口になればいい。そう思った私は、辛いけれど、ユキナの態度を受け入れることにしたのだ。そんな生活を続けて3ヶ月が経ち、ユキナが無事進級した春、私の妊娠が発覚した。おめでとう。男？女？まだわかんないよ。夫の喜びように、私の顔もほころんだ。しかし、この時の私は気づいていなかった。幸せをかみしめる私を影から睨みつける憎しみのこもった瞳に。ねえパパ、ユキナ新しいバッグが欲しいな。そうか。よし。次の休みに買いに行こう。パパ、友達と遊びに行くからお小遣いちょうだい。ああ、いいよ。1万でいいかな。妊娠が発覚してからも、ユキナの私への態度は変わらなかったのだが、やたらと夫に甘えるようになった。もともとユキナを溺愛している夫は、ユキナの言いなりに。さすがに買いすぎじゃない？それにお小遣いも、もう今月だけで5万は渡してるよ。
見かねてそう夫に苦言を呈すると、夫は急に鬼のような表情になり怒鳴ってきた。お前には関係ないだろ。ユキナは俺の娘だ。口を出すな。初めて聞く夫の怒声に、私は驚いて肩をビクリと跳ねさせた。でもね、このままじゃあの子のためにならないよ。それに最近勉強するふりしてスマホばっかりいじってるし。息抜きしたい時だってあるだろ。俺の方がユキナのことは分かってるんだ。お前に何か言われる筋合いはない。夫は私が何を言っても怒鳴るばかりで、それ以上話し合いはできなかった。その後、順調にお腹の赤ちゃんは成長し、妊娠5ヶ月を迎える。私は派遣の契約満了期間が近づき、契約更新しないかと提案されたが、断った。産休が取れるまでは働いていたかったのだが、今年はユキナの受験があるため、夫に専業主婦になってほしいと言われてしまったのだ。幸い独身時代の貯金もあったので、私は退職を決意した。専業主婦になってからも、私はめげずにユキナに歩み寄ろうと努力していたが、ユキナとの心の距離は相変わらず開いたまま。しかも、なぜか最近夫まで私に対してひどい言葉を投げかけてくるようになったのだ。ユキナが心を開かないのは、お前の努力が足りないからだ。そう言われた時は、心が折れそうになった。夫も、私とユキナの関係に、ストレスが溜まっているのかもしれない。そう思い、夫の心ない言葉にも耐えていたのだが。なあ、中絶っていつまでできるっけ？突然そんなことを言われ、衝撃を受けた。は？なんでそんなこと聞くの？いや、中絶してほしくてさ。は？するわけないでしょ。でも、ユキナが嫌がってるんだよ。だからって中絶しろなんてひどすぎるわ。絶対にこの子は産むから。今まで何を言われても耐えてきたが、さすがにこれは許せなかった。この日から、私と夫の仲は悪化してしまう。あれ、お腹の子まだ生きてるの？ユキナも、お腹の子を邪険にするようになった。わざと私にぶつかってくることもあり、身の危険を感じる日々だ。正直、精神的にだいぶ参っていたが、私の両親が孫が生まれてくることをとても楽しみにしてくれており、それだけが心の支えとなっていた。体調はどう？ちゃんと食べてる？大丈夫。座りも収まったからご飯が美味しくて食べ過ぎちゃってるくらい。母は毎日のように電話をかけてきてくれ、私の体調を気遣ってくれている。本当は弱音を吐きたかった。だが心配をかけたくなかった私は、母には夫とユキナがお腹の子を疎んでいることを伝えてはいない。今日も何事もないよと伝え、電話を切ろうとしたのだが、実は、母が言いづらそうに伝えてくれた事実に、私は衝撃を受けたのだった。それからまた1ヶ月が経ち、私は無事妊娠22週を迎え、中絶のできない週数となった。そんな私のもとに、夫とユキナがやってきたので、思わず身構える。何？どんなひどい言葉を投げかけられるのだろうかと思っていたが、私の耳に入ってきたのは意外な言葉だった。今までごめんなさい。え？頭を下げるユキナに、私は目を見開いた。お腹の赤ちゃんのこと、私、お父さんが取られると思って焦っちゃって、ひどいこと言っちゃった。
申し訳なさそうに眉尻を下げるユキナに身構えていた私は拍子抜けしてしまう。どうやらユキナはお腹の子がどんどん大きくなり、ちゃんと人間なのだと実感したようで、自分の行動や言動がいかに恐ろしいか分かったのだそうだ。それでね、お父さんとも話してたんだけど、次の休みにお詫びも兼ねて出かけない？もう安定期だし、大丈夫でしょ？そうね。近場ならいいわ。やった！じゃあ約束ね。嬉しそうに笑うユキナと、それを見つめ微笑む夫に、私の頬も緩んだ。やっと私の思いが伝わったのだと嬉しくなる。そしてあっという間に次の休みの日となった。さあ、乗って乗って。ユキナに促され、私は車の後部座席に座った。どこへ行くの？秘密！着いてからのお楽しみだよ。ユキナは楽しそうに笑う。そうだ、これ用意してたの。ノンカフェインのコーヒー。よかったら飲んで。ああ、ありがとう。ユキナ、パパのは？今日はチカさんのだけ。私はユキナと夫のやりとりに笑いながらそれを口に運んだ。そして夫の運転でゆっくり走行する車に揺られながら30分ほど経った頃、私はいつの間にか意識を失う。全身を打ちつけたような鈍い痛みで目が覚めると、私は土の上に横たわっていった。驚いて起き上がると、目の前にはニヤニヤと嫌な笑みを浮かべるユキナと夫の姿が。どうやらユキナが私を車から突き落としたようだ。何？どういうこと？あんたが悪いんだよ。パパに言われた通り中絶しないから。そうだ。全部お前が悪い。困惑する私をよそに、ユキナと夫は車に乗り込み鍵をかけた。ちょっと待って！私が窓をどんどん叩くと、ユキナは少しだけ窓を開けてこう言った。パパの娘は私だけでいいのよ。もう帰ってこなくていいからね。熊の餌にならないように気をつけてね。そんな。そして車は発進し、私は山奥に置き去りにされたのだった。3日後、ユキナは上機嫌で起床した。邪魔者がいない朝ってこんなにすがすがしかったのね。全部ユキナのおかげだな。でしょ？そうだ、おばさんの通帳見つかった？ごめん、まだ見つからなくて。もう、あいつどこに隠してんだよ。ったく、あいつの貯金で新しいワンピース買うつもりだったのに。二人がそんな会話をしていると、来訪者を告げるチャイムが鳴った。こんな時間に誰だといぶかしみながらモニターを確認すると、そこには私の母の姿が。ユージさん、いるんでしょ？開けてちょうだい。玄関前で大声を上げる母を、夫は仕方なく迎え入れた。どうしたんですか、お母さん。こんな朝早くに非常識ですよ。チカさんならパパと喧嘩して、ここ数日帰ってきてないですけど。平然と嘘をつくユキナに、夫も慌てて合わせた。そうなんですよ。ちょっと見せたいものがあってね。母は強引に家に上がり、勝手にテレビをつけた。ちょっと何勝手に。ユキナはテレビ画面を見て言葉を失った。何これ。本日早朝、
山菜採りをしていた男性が倒れている女性を発見しました。女性は意識不明の状態で病院に搬送され、搬送先の病院で妊娠中であることが判明。女性は身元のわかるものを所持していなかったことから、警察は事件、事故の両方から捜査を。そこまで見て、ユキナはテレビを消した。パパ、これって。ユキナは震えながら夫に問いかけるが、夫は顔を真っ青にして、ユキナ以上に震えていた。一緒に来てもらいましょうか。そう言って、母は強引に二人を連れて病院へと向かった。30分後、病院に到着した母は怒りをあらわにして私の病室に二人を押し込んだ。チカさん、心配したのよ。無事でよかった。ユキナと夫はわざとらしく私を心配するふりをしながらベッドへと駆け寄ってきた。心配？あなたたちが置き去りにしたのに？何言ってるの？私たちがそんなことするわけないじゃない。きっと記憶が混濁しているのね。イケシャーシャーと嘘をつくユキナに呆れを通り越して感心すらする。まだ17歳だというのに末恐ろしい。置き去りにされた後、私は車を追いかけたがすぐに見失ってしまった。持ち物も何も持っていなかった私は何の手がかりもないまま無我夢中で歩いた。2回夜を越したのは覚えているが、その後の記憶は曖昧だ。気づけば病院のベッドで眠っていたのだが、どうやら脱水症状と脳貧血を起こして倒れてしまっていたらしい。山菜採りのおじいさんに見つけてもらえなかったらと思うと背筋が凍る。お腹の子は無事なのか？ええ、無事よ。そうか。残念そうね。そんなわけ。そうよ、パパすごく心配してたんだよ。そうだ。なんで一人で山になんか行ったんだ？一人でですって。こいつらはあくまで私が勝手に山に行き遭難したということにしたいらしい。残念だけどその作戦は失敗よ。は？お母さん、呼んであげて。ええ、イエーイ。今日ママ母に睡眠薬を飲ませて眠らせて山に捨ててきた。これであいつの貯金は私のもの。ちょっと待って。ユキナは慌てて母の口を塞ごうとするが、母は構わず続けた。パパもパパよ。あんなおばさんと再婚して子供まで作るなんて気持ち悪い。やめてってば。私が母に読んでもらっているのは、ユキナがネットに書き込んでいた私への悪口だ。勉強もせず、スマホばかりいじっていたけど、まさかこんなに赤裸々に全てを書き込んでるなんてね。それは私じゃない。否定したって無駄よ。ちゃんと操作すれば全てバレるんだから。言い返せないのか、ユキナは表情を歪ませた。今までの私への言動行動、全て書き込んでくれたおかげで立派な証拠になったわ。ありがとう。実はこのユキナの書き込みを母が偶然見つけた。妊娠中の私のために妊婦についていろいろ調べていたところ、妊婦の悪口の書き込みを見つけてしまい、しかもそれを書いているのがユキナと同姓同名の人物だったため、私に教えてくれたのだ。この書き込みを見つけた時は、これであなたのストレスが発散されるならいいと思って見なかったことにしたの。だというのに、ユキナは越えてはいけない一線を越えてしまった。だから私もこれを利用させてもらうことにしたのだ。本名を書き込むなんて、そういうところは子供ね。もう言い逃れはできないわよ。
ユキナは私をギロリと睨みつけたかと思うと、夫にすがった。パパ、なんとか言ってやってよ。ちょっと悪口書き込んだだけなんだよ。話せ。夫に勢いよく手を振り払われ、ユキナはあっけに取られた。違うんだ、チカ。俺は無理やりやらされてただけなんだよ。は？パパ？夫はあろうことか、娘を捨てて保身に走った。最低ね。あなたの言うことなんて信じるわけないでしょ。今すぐ離婚して。私は離婚届を突きつける。離婚してくれるのが助かるよ。もちろんユキナの親権はお前だよな。そう言いながら夫は喜んで署名した。パパ、何言ってるのよ。ほんと何言ってるの。そんなわけないでしょ。なんでだよ。それじゃ俺が結婚した意味ないだろう。どういうこと？俺はユキナの面倒を見てくれる女が欲しかっただけなんだ。なのにお前は口出しばっかりするし、妊娠までしやがって。妊娠を喜んでいたのも嘘だったっていうの？当たり前だろ。喜んだふりしとかなきゃお前ら女はすぐ機嫌を悪くする。ユキナ、お前のわがままを聞いてやってたのもめんどくさいからなんだよ。そんな。もういい、やめて。お願いします。私の言葉を合図に病室に警官たちが入ってきた。警官たちはわめく夫とユキナを連行していく。ちょっと話してよ。私は何も悪くないんだから。違う、悪いのは俺じゃない。話せ。チカ、助けてくれよ。留置場で反省することね。私は二人が連行されるのを見届け、ベッドに倒れ込んだのだった。その後、無事退院した私は離婚届を提出。元夫とユキナは遺棄罪、傷害罪、殺人未遂の罪で起訴され、裁判の結果、元夫は懲役5年、ユキナは女子少年院に収容された。離婚の際に財産分与はせず、慰謝料として元夫の貯金をすべてもらうことに。しかし、ユキナのせいで浪費が激しかったので、貯金だけではお腹の子の養育費が足りなかったので家を売却し、そのお金も私がすべてもらうことになった。弁護士から聞いた話だが、元夫は過酷な刑務所での暮らしのせいで体調を崩してしまったそうだ。もちろん会社はクビになった。ユキナは大学進学の夢も絶たれ、人が変わったようにやつれてしまったとか。人の命を軽んじた罰だ。しっかり反省してほしいと思う。一方、私は無事に女の子を出産した。家を売却した後は実家に帰っており、両親と協力しながら育児に奮闘している。娘と少しでも一緒にいるためにも、今後は資格を取り、家でできる仕事をするつもりだ。娘が成長したら、命の大切さをしっかり伝えていきたいと思う。